Produced by Live to Design. 鬼滅の刃、竈門禰豆子の和柄の作り方を説明します。柄を描くのは簡単なのですが、スナップするのにコツがいります。それでは、始めていきましょう。表示からページグリッドをクリックしてください。このようにグリッドが現れます。ドキュメントのプロパティを開いたらグリッドのタブに切り替えます。グリッドの単位はピクセルで、X 方向の間隔と Y 方向の間隔を10にしてください。グリッドにスナップさせながら描いていくので、グリッドにスナップを有効にしてください。コントロールを押しながら上スクロールでキャンバスを拡大します。ペンツールにして画面の通りに設定します。それでは描いていきます。中央より上の部分からスタートします。二つ目はスタート地点から8マス下のところにスナップさせます。三つ目はスタート地点から3ブロックと1マス下のところにスナップさせます。支点から16マス下の位置になります。二つ目と左右対称になるように三つ目をスナップさせます。そのままスタート地点にスナップさせます。次にスタート地点から真下に直線を引いてスナップさせたらエンターで切ります。画面の通り、くの字になるよう描いていきます。中心線から4マス開けたところが折り返し地点となります。反対側も左右対称になるように描きます。スナップさせながら左右に2本引いてエンターで切ります。画面の通りに正確に描けているか、今一度チェックしてみてください。選択ツールにして全部囲みます。フィルを開いて、ストロークのスタイルに切り替えます。角を斜結合にします。単位をピクセルに切り替え、画面と同じくらいの太さになるようストローク幅を調整します。動画では 1.5 に設定しました。そのままパス、ストロークをパスに変換します。そしてパス、統合します。この図形を組み合わせることによって柄を構成していきます。グリッドにスナップを無効にします。コントロールを押しながら下スクロールでキャンバスを縮小します。3回複製します。英語で書かれたスナップを有効にします。複製した図形をスナップさせていくのですが、正確にスナップしないとずれてしまうため、画面と同じくらいキャンバスを拡大してください。真ん中の線が一本の直線に見えるよう、ずれないようにスナップさせてください。一旦画面を縮小します。オブジェクトの中心をスナップ、境界枠のエッジにスナップを有効にします。
すべての線が同じ太さになるようスナップさせます。少しでもずれると重なったところだけ太い線になってしまうので注意してください。画面の通りきれいにスナップできたら和柄の型を切り抜いていきます。全部囲ってグループ化します。今回はガイドを引いて四角形を描きます。メーターの部分をドラッグするとガイドが出てくるので画面に従って黒い線の外側に配置してください。その際、スナップが邪魔してくるので、オブジェクトの中心にスナップ、ガイドにスナップを無効にします。下も同じように黒い線の外側と重なるよう配置していきます。今度は縦のガイドを引っ張ってきます。画面の通り黒い線の外側にずれないように配置してください。キャンバスをしっかり拡大してガイドを配置すると正確にできるのでおすすめです。合計4本のガイドを配置しました。区形ツールにします。ガイドにスナップを有効にし、色は赤にします。ガイドにスナップさせながら四角形を描きます。見やすくするために不透明度を 50% にします。黒い線がはみ出ず、ガイドにぴったりはまった四角形になっているか確認してください。全部囲みます。オブジェクト、クリップ、設定の順にクリックしてください。グリッドとガイドはもう使わないので消します。表示からそれぞれチェックを外してください。和柄の型ができました。シームレスパターンなので複製して広げていきます。英語で書かれたスナップを有効にします。複製してスナップさせるのですが、普通にスナップさせようとするとうまくいきません。隣り合わせの線が重ならないので、若干太くなってしまっています。先ほどと同じようにキャンバスを拡大して、すべての線の太さが均等になるようスナップさせてください。同じ流れで複製して拡大してきれいに重なるようスナップさせていきます。線がきれいに重なっているか確かめたいときは、全部囲って不透明度を下げてみてください。重なった部分が黒くなっているのがわかるかと思います。3つ分並べたら全部囲ってグループ化します。また複製して拡大してきれいに重ねてスナップします。同じ流れで合計4列分作ります。仕上げに色をつけていきます。全部囲ってグループ化します。
区形ツールで適当に四角形を描きます。選択ツールで和柄をコピーします。四角形を選択して、編集、サイズを貼り付けをクリックします。柄の型はダークグレーにします。背景はカラーコードで F2A4A0 と入力してください。シフトを押しながら柄も選択して整列ツールを開きます。開かない場合は右上のバッテンマークを押して消していってください。縦と横に整列させます。一旦選択を解除してピンクを選択します。最背面に移動させます。全体を囲ってグループ化します。これでかまどねずこの和柄が完成しました。ご視聴ありがとうございました。もし高評価とチャンネル登録ボタンを押してもらえたら心から嬉しく思います。それではまたの機会に。